ご無沙汰してます。ご無沙汰します。お願いします。どんな感じですか最近の様子は。どうぞ。腕のリリースポイントがしっかり自分で分かってきて、前で触れる感じっていうか、もう体が切れる感じがして、とてもいいです。あ、そうなんですね。はい。実感があって、ボールの方も良くなってる感じですかね。はい、めちゃくちゃいいです。なるほど。最近気になってることとか出てきてたら、いろんな質問お答えしてからレッスン入ろうかなと思いますけど、改めて気になっておられることとかありますか？まあ、変化が入らんぐらい。そうね。ストレートはめっちゃいいコースとか自分が狙ったコースにだいぶ行くようになったんですけど、あの、自分が投げてるカーブとかスライダーがはい。抜けて入らない時が、試合になると抜けて入らない時が多くて、試合で使い物になる球がストレートしかないっていう状況になってて、なるほど、なるほど。これをどうしたらいいかなっていうのが。なるほどですね。生直まっすぐで抑えれてしまうっていうのがちょっとまた。はい。うん、なるほどですね。はい。でもマサトモ君の今の状態っていうのも結構よくあって、ストレートが良くなるっていうことは、要は、ボールへのかかりが良くなってるので、もちろん変化球を投げるときも、いつもより曲がりが大きくなって、今までストライク入ったやつがボールになったりとか、もう微妙な変化がものすごく変化球のコントロールにも影響してくるので、はい。そこでは、間違いなく調整は必要になってくるんですけど、しかし、要は、ストレートが上がっていく、で、ボールの質も良くなっていく、で、今まで使えてた変化球が、の変化の仕方も変わってきたりするので、ああ。しかし、その、ストレートをベースに、変化球も作っていくっていう感覚が大事なので、はい。もしかしたら今までの変化球にこだわらない方が早いかもしれない。あうあ。ん。それこそ、調子が悪かった時に投げていた変化球っていうのは、ベースが、調子が悪いフォームで、そこベースで変化球を投げるフォームになってるので、なるほど。そもそも今のストレートを投げるつもりで、握りやリリースを工夫しながら、新しい変化球を作っていくぐらいのニュアンスが一番ハマるとは思いますね。なるほど。わかりました。はい。土台となっているフォームが本当に良くなっているので、今までの変化球を同じように投げたときに、元のフォームがそもそも変わってるから同じようにも投げれてないのでコントロールが乱れてる感じやと思うんです。ああ、そんな感じです。はい。元が黄色から青まで出たら、今までいい感じだったけど、元々の黄色がもう赤に変わってしまってるから、青までたってもう全然違う色になってしまうみたいな。なるほど。はい。そんな感じだと思うので、はい。なるほど。自分の今まで通りの感覚で投げても、元の土台が変わってきとるけ、それとはハマってこないってことですよね。そうですね。うん。やし、例えば、横軸回転で投げていたピッチャーが、ある程度縦軸で投げれるようになってきて、で、ストレートの、回転軸も平行になってきて、ストレートの質が良くなってきたときに、やっぱり変化球も、やっぱり全然違うものになってくるので、今まで横に曲がりやすかったものが横に曲がりにくくなって、この縦に曲がりやすくなったりとかいう変化が出てくる感じですね。なるほど。僕が見てて思うことがあって、はい。この子、前にもちょっとお話ししたんですけど、リリースポイントが高い時と、ちょっと低い、若干スリークォーター気味の時。はい。で、明らかにスリークォーター近いところから、地面に対して45度ぐらいの角度で投げた時の方が、はい。ストレートのコントロールって格段にいいんですよ。質も。球速自体はそう変わるもんじゃないと思うんですけど、で、本人もその位置がやっぱりストレートはしっくりくると。で、ただ手を上げる、高い位置からリリースすると、よく投げてた縦のカーブとか、縦スラとか、こういったのはもう確かにその位置からの方が、切れるというかスムーズに投げれる。ですけど、その辺がもうちょっと今ズレが変化球の時は出てるのかなっていう感じなんですよね。それがほんまに土台が変わったってことなので、いい位置が違う。
なるほどですね。今のお話をお伺いしていて、ちょっはいと思い出してたんですけど、以前はい足を、例えば椅子に上げたりとか、ええテーブルの上に上げたりとかして、はい。体の軸、どこが回りやすいですかみたいな確認したと思うんです。はい。ああ、はい。しました。で、そもそも、その軸に対して、はいゼ。ロポジションの腕の振る軌道が一番自然なんですけど、うん。今の話で言うと、スリークォーター気味の、体の軸回転が今合っている。なので、それで投げた時に、ブレが要は少なくなる。安定感がある。うん。で、その軸の状態で、要は腕を縦に振ろうとすると、ここの角度が変わるので、うんですね。はい。やし、ばらつきが大きくなるのかなっていう感じはうんしますよね。なるほど。変化の時はこう無意識に手が上がっちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。その、うん、うん。そうですね。なんか感覚的にそっちの方が落ちるというのがあるんですね。うん。自分が得意っていうか、よく投げてる変化球が、うんやっぱり縦のカーブとか、縦のスライダーとかがうん、自分的に、まあコースもなんですけど、うん打者の空振りを取れるっていう意識が自分にあって、で、腕の位置が多分それが結構高めなんですけど、うん。最近ストレートが良くなってきて、で、いいストレートを投げれるっていうのが、まあ、スリークォーター気味だけ45度ぐらいのうん角度が一番投げれるんですけど、そこでスライダーを投げたら、うんもう、右バッターの頭の方に行ったりとか、うん左バッターの足元に叩きつけちゃったりとかうんが、やっぱ多くて、で、うん普通の横のスライダーっていうんですか、うんちょっと曲がるスライダーっていうのを前投げようとしたんですけど、なんていうんですか、こう、被せるみたいな腕の振り自体が変わっちゃって、うんなんか投げれなくて、カーブもやっぱり抜けるんですよね。うんそれをちょっとどうしたらいいかなっていうのがちょっと最近の悩みです。なるほどですね。なんかまた、お父さん、動画送っていただいたら、僕も、返信でアドバイスをさせてもらうんですけど、はい。まあ、スリークォーターの方が、まあ、腕が触れて、まあ、ストレートの質もいいということは、うん体の軸回転も切れてるはずなんです。うん。切れがいい。はい。で、縦回転の時は、変化球って、やっぱりそこまで、要は体が切れなくても、腕が触れなくても、要はリリースの強さがあれば、結構騙せるんです。騙し騙し投げれる。うん。うん。なので、まあ、どっちの方向で行くかですよね。例えば、正人君が縦のスライダーや縦のカーブが好きで、例えば、それを自分の強みにしたい場合に、体の軸の回転をもう少し倒す必要が出てくるはずなんです。ストレートをそっちに合わそうとしてきたときに。うん。で、その方向で練習していったら、その腕の振りの軌道で腕を振れるようになってくるんですけど、うんそれこそ足上げスローイングで体の軸回転をこう確認してもらってたときに、足を上げる方がきつかったはずなんです。うんですね。はい。高く上げれば上がるほど、踏み込み足のハムストリングスが、まあ、張る。うん。で、体の上半身もきつい。みたいなこともあったと思うんですけど、はい。あれがスムーズに、あの状態で投げれたら、そのストレートも、変化球投げた時も、縦から振れるようになってくるんですけど、うん。今の状態で言うと、まあ、おっしゃるみたいに、スリークウォーターからの方が、体の軸と腕の振りは合ってるうはず。ん。で、無理なく、だからこそ、ボールも安定的に、まあ、コントロールもいいし、それもいいしっていう状態。なるほどですね。